皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI 動画と物理 AI ロボットの値段がたった1週間でプロや研究者だけが触れる価格帯から個人や中小企業が手を出せる消費者価格帯まで一気に下がった AI の大衆化が現実に始まった話を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年5月、AI の世界ではこれまで便利ですね、すごいですね、眺めていたものがいきなりこれ買えるのか、これ家に届くのかという現実的な値段に降りてきました。動画生成 AI、ヒューマノイドロボット、そして AI 半導体の上場、これらが5月10日から12日の48時間に一気に動きました。今日はこの大衆価格への到達を5つのセクションに分けて整理していきます。セクション1は AI 動画の大衆化、セクション2はヒューマノイドの消費者価格、セクション3は物理 AI のバイラル、セクション4は AI 半導体上場のお金の動き、セクション5は来週5月19日の Google I/O 予告、そして最後に日本の視聴者の皆さんへの3つの示唆をお話しします。それではまずセクション1、 AI 動画の大衆化です。5月10日、クリエイターのシロパンさんは無検閲のオープンソース動画 AI サルファー2が登場したと投稿し、4618件のいいねを集めました。サルファー2は LTX2.3、 これは既存のオープンソース動画モデルをベースにした90億パラメーターのモデルです。無検閲というのは企業のフィルターや安全装置がついていないという意味で、これは賛否両論あります。倫理的にはリスクですが、技術的には誰でも自由にダウンロードして自分のパソコンで動画を作れるところまで動画 AI が降りてきたということです。同じ週、投資家でクリエイターの梶谷健人さん、ハンドルネームで梶健人さんが投稿した AI 生成動画の歴代最高品質作品紹介は5月10日時点で1万1000件だったいいねが5月12日時点でなんと2万3201件まで倍増しました。動画 AI の主役、つまりライバル関係にあるのは Google の Veo4 と新興のオープンソース系モデルです。5月11日にはある教授が数学証明を黒板に書いていく動画を Veo4 とシードダンス2.0というモデルで作り比べた検証が公開され、 Veo4 が優れたオムニモデル、つまり動画も音声も画像も同時に扱えるモデルとして高評価を受けました。注目すべきは来週5月19日と20日に開催される Google の開発者向け年次イベント Google I/O2026 です。ここで新しい大規模言語モデル Gemini 4、新動画モデル Veo4、そして Android と ChromeOS を統合した新 OS アルミニウム OS が公式予告されています。 AI 動画はここでもう一段階大衆化を加速する可能性が高いです。続いてセクション2、ヒューマノイドの消費者価格です。これがすごい話なんです。4月30日、アメリカのヒューマノイドメーカー 1X、英語で書くと 1X と書く会社の家庭用ロボットネオがカリフォルニア州ヘイワードの工場でフル稼働を開始しました。年間生産能力は1万台、200人体制です。価格は買い切りで2万ドル、日本円で約300万円、または月額499ドル、約7万4千円のサブスクリプション、つまり月額契約方式です。そして驚くべきことに、2025年10月の予約開始からたった5日間で初年度分1万台が完売しました。家庭用ヒューマノイドロボットが自動車のように予約しないと買えない商品になった瞬間です。さらに5月11日、シリコンバレーのスタートアップロタクが開発者、クリエイター、研究者向けのヒューマノイドロボットドモをなんと2999ドル、日本円で約45万円で発表しました。ノートパソコンと同じくらいの価格でヒューマノイドが手に入る時代です。同じ5月10日には中国のユニツリーが消費者向けロボットユニツリー R1 の公式販売を開始しました。これも低価格帯です。これまで100万円から1000万円のプロ用だったヒューマノイドが
いきなり数万円から数十万円の個人開発キットへ降りてきたわけです。なおテスラのオプティマス V3、つまりイーロン・マスクさんのテスラが開発中の人型ロボットはまだフリーモント工場で V1 の生産ライン構築中で、 V3 の正式公開は2026年7月から8月の予定です。家庭向けロボットのシジャーではテスラよりも 1X とロタクの方が先行しているのが現状です。セクション3、物理 AI のバイラルです。5月9日、サンフランシスコの新店舗でエンジン AI のロボットと先ほど紹介したユニツリーのロボットが初めて対戦するバイラル動画が3747件のいいねを集めました。物理 AI ロボット同士が実店舗で対戦する、これがいかに新時代かがわかります。心身のスタートアップマインドオンは安価なユニツリー G1 ヒューマノイドに先進的な AI の脳を乗せて家事を自立実行するデモを公開しました。技術面の大ニュースもあります。米国のジェネラリスト AI 社が汎用ロボット基盤モデル Gen1 を発表しました。これはわずか1時間のロボット教師データだけで、これまで 64% だったロボットのタスク成功率を99% まで引き上げました。所要時間も従来の3分の1に短縮されています。物理 AI の学習効率が一気に跳ね上がった。これは業界では衝撃の数字です。ドイツの部品メーカーシェフラーはアジリティロボティクスのディジットやニューラフォーネワンなどヒューマノイド企業45社と提携を結びました。ロボット部品のサプライチェーンが自動車部品と同じ規模感で組み上がりつつあります。 X 上では世界で160億台のヒューマノイドが必要、市場規模は320兆ドル、日本円にして4万8000兆円という試算まで投稿されており、221件のいいねを集めています。セクション4、 AI 半導体上場のお金の動きです。明日5月13日水曜日、ニューヨークでAI チップメーカーセレブラスが IPO、 つまり新規株式上場します。注目すべきは株価レンジが当初の115ドルから125ドルだったものが上場直前で150ドルから160ドルに大幅引き上げられたという点です。需要は当初の20倍超過、最大で48億ドル、約7200億円を調達する見込みで、企業評価額は250億ドル、約375兆円に達します。セレブラスは NVIDIA の最新チップ B200 と比べて AI 推論を21倍早く処理できると主張しています。さらにベンチマークベンチャーキャピタル社が IPO 前の同社株式を 20% 以上保有しており、上場後に大きな利益を得ることになります。 NVIDIA 依存からの脱却、 AI 推論専用チップの選択肢、この2つを背景に市場の期待が爆発的に高まっているのです。同時に元オープン AI の研究者ジェリー・トーレク氏が立ち上げたコアオートメーションは設立わずか6週間で40億ドル、6000億円規模の評価額で資金調達中だとテックメディアザ・インフォメーションが報じました。 NVIDIA もこの新会社に出資しています。物理 AI の次世界での継続学習モデル開発、これが今お金が一番集まっているテーマです。セクション5、来週5月19日の Google I/O 予告です。来週月曜日5月19日午前10時、米国太平洋時間で、日本では20日の午前2時から Google の開発者向け年次イベント Google I/O2026 が始まります。基調講演は2時間、内容はほぼ全編 AI 関連と予告されています。注目発表予定はフラッグシップ大規模言語モデルの刷新ジェミニ4、動画生成モデルベオ4、画像生成モデルナノバナナ、音楽生成リリア、オープンソース系列ジェマ、エージェント系新機能 Android XR グラス、そして Android と ChromeOS を統合した新 OS アルミニウム OS です。これらが本当に予告通り出れば、来週の今頃世界の AI ユーザーの体験はもう一段階アップデートされます。
ここまでを踏まえて日本の視聴者の皆さんに3つの示唆をお伝えします。1つ目は AI を買う時代です。これまで日本の個人や中小企業にとって AI は使うもの、つまりサブスクリプションで月額料金を払って借りるものでした。しかし 1X ネオが300万円、ロタクドモが45万円、サルファー2が無料で誰でもダウンロード可能、つまり AA を買う所有する時代が個人レベルでも始まりました。中小企業の経営者はこれまでクラウド AI サービスに払っていた月額費用とロボットモデルを買い切りで導入する場合の総コストを改めて比較する時期に入りました。2つ目は Google I/O までに準備をです。来週5月19日から20日の Google I/O で Gemini 4、Veo 4、アルミニウム OS が出ます。日本の個人クリエイター、副業 YouTuber の方は今のうちに動画生成プロンプトの引き出し、ピクセル画像生成のスタイル研究、エージェント系ワークフローの思考をベータ段階でいいから触っておくと来週のアップデートに即対応できます。3つ目はセレブラスとコアオートメーションが示す投資の風向きです。明日5月13日のセレブラス上場とコアオートメーションの6週間で40億ドル評価。この2つは AI 推論の専用ハードウェアと物理 AI の実世界学習、この2領域に世界のマネーが集中していることを示しています。日本の中長期投資家企業の CFO は AI 半導体株、物理 AI 関連株、データセンター、電力インフラ株、この3つのテーマのローテーションを今のうちに研究しておく価値があります。まとめます。今日お伝えしたかったのは2026年5月 AI 動画とヒューマノイドが研究室の中からリビングの中へ1週間で価格的に降りてきたという事実です。サルファー2の無検閲オープンソース動画 AI1X ネオ300万円フル稼働、ロタクドモ45万円、エンジン AI 対ユニツリー対戦、ジェネラリスト AI ジェン1 99% 成功率、セレブラス IPO20 倍超過需要、Google I/O 来週開幕。 AI を眺める段階から AI を買う、持つ、使い倒す段階に市場全体が一気にシフトしています。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で